究室を閉鎖してください。感染の可能性があるとすれば私だけです。君をしばらく隔離し検査することになるな。分かってます。赤ん坊？多分。さらに驚くことが隠されてました。呪いはかけられた。お前は13日後のこの時刻死ぬ。助かる方法は一つのみ、すなわちこの後は。どうした？ビデオはここで終わりです。ここから先は入ってないんですよ。なぜだ？さあ、おそらくビデオのスイッチが切れたんでしょう。それとも運悪く停電にもなったか。助かる方法ってなんだ？何がおかしい？ずいぶん嬉しそうだな。あなたは嬉しくないんですか？少なくとも一つは生き残る方法があるということが分かったんですよ。今の絵をコピーしておきました。何かヒントがあるかもしれませんからね。面白いゲームになりそうだ。先生。検査の結果が出たよ。ウイルスは見つからなかった。宮下君にも感染した形跡がね。よかった。どうやら最悪の時代だけは免れたようだ。で、マンスが死んだ原因は分かったんですか？それがどうも信じられないんだがね。心臓麻痺を起こしたようなんだ。心臓麻痺？ああ、死んだマウスを解剖したところ、循環器系、特に心臓に過度な圧力がかかったような。組織を顕微鏡で見てみるとどれも細胞が変形してる。何匹ものマウスの心臓に同時に圧力がかかったということですか？そういうことになる。一日が終わってしまった。
12日後のこの時間、俺は死ぬ。俺の体の中で一体何が起こってるのか。はい、もしもし。浅川です。夜分にすいません。ずいぶん遅いんですね。ちょっと研究室で事件があって、実験用のマウスが死んだのよ。全部心臓麻痺。あなたが調べてる事件と似てるでしょ。原因分かったんですか？うん、さっぱり。あ、例の八ヶ岳の管理人、遺体を病理解剖させてもらえるようにお願いしといたわ。どうかしたの？俺の体調べてもらえますか？どっか具合でも悪いの？分かったわ。じゃあ明日は午後うちの病院に来て。はい。どうしたイチ？食べなきゃダメだろ。パパも。よし、じゃあ競争だ。いただきます。いただきます。どうした？おはようございます。はい、じゃあ先に教室行っててね。おはようございます。おはよう。今日も元気。お疲れ様です。
おい、そんな寂しがり屋じゃダメじゃないか。みんな待ってるぞ。わがまま言ったらなんだっけ。お化け出る。お父さんもなるべく早く迎えに来るから行ってくる。よちこおはよおはようございます。おはようございます。うおはようございます。うちの松崎の昨日の深夜放送、なかなかの反響でしたよ。本当ですか？どうぞ。呪いとかって今の若い子意外と興味あるもんなんですね。一時は電話がパンクするんじゃないかってぐらいファックスが届いて。あ、どうします？ラジオ局からもらってきたんですけど。これ全部。はい。青が1ヶ月前、黄色が2ヶ月前、3ヶ月以上前は赤。最初に噂を聞いたのがどれぐらい前かで色分けしてみました。ねえ、これ見てなんか気がつかない？そうですね、なんていうか関東から全国に噂がこうパーッと広がっていった感じがあるといえばあるような、ないといえばないような。他には？やっぱりもうちょっと大きい地図作った方が良かったですかね。あ、先輩。こんなところにいたのか。何やってんだ。見てくださいこれ。昨日の番組で松崎直の噂についてアンケートを取ったらこんなに返事が来たんです。今この子にまとめさせてますから。はじめまして、社会部の河村と申します。こちらは浅川さん。社会部時代の私の上司。私をここまでの記者に育ててくれた恩師よ。よろしくお願いします。松崎直の事務所担当者誰だ。八木さんって方ですけど。ちょっと先輩。私は見てないんですけど、これが噂と何か関係あるんですか？変なビデオが出回ってる可能性があるんですよ。よくあるでしょ。絵の中に写ってるはずのないものが写ってるってやつ。背後に幽霊がいたとか、死んだはずの友達が写ってたとか。それってあれじゃないですか？近いチャンネルの絵が重なって見えるとか、そういうやつですよ。これはいつ放送されたか分かりますか？ちょっと待ってください。おうおうおう、ミュージックスクラブですね。確か3ヶ月前ですね。10月3日深夜の1時から1時半。これ関東だけのローカル番組です。この歌が流れた詳しい時間分かります？はい、じゃあみんなガラガラガラペット3回ずつね。3回ずつやるのよ。じゃあここ入れてもらおうか。はい、自分でコップ持って。ほら、折り待ちなさい。まあ考えられるのはノイズゴースト。よくあるじゃないですか。画面に線が入ったり人の顔が二重に映ったりするやつ。ある種のメッセージが込められた絵や文字が写ってるような場合っていうのはどうなんでしょうかね。そうなると考えられるのは違法な電波が近くから発信されたってことですかね。違法な電波？そう。電波ってのは周波数によって法律で管理されてます。でも法律違反を覚悟で強引にやろうと思えばできる。ほら外国で過激派なんかが自分たちのメッセージを勝手に送ったりするやつあるじゃないですか。あれですよ。例えばこっちの絵見てください。この絵が正規にテレビ局でオンエアされてる絵だとします。そこに何者かが違法な発信装置を使ってこの絵を発信したとする。それと2つの電波を受信したモニターはこういうふうに映ります。違法電波が正規の電波を上回ってしまうといわゆる電波ジャックってことになります。吉野、浅川だ。先輩。もうちょっと待っててください。あと 2,3 時間で昨日のファックス全部整理し終わりますから。今日の放送ではもっと集まると思います。そっちはもういい。え？ちょっと調べてもらいたいことがある。メモ取ってくれ。10月3日の午前1時7分から10分の間、
関東一円のどこかで違法な電波が発信された形跡がなかったかどうか、電波管理局に聞いて辿っていけば分かるはずだ。聞いてんのか吉野。私は一体何なんですか？調べろって言ったり調べるなって言ったり、何の目的があるのか、何を探り出そうとしてるのか少しも教えてくれない。少しは人の気持ち考えたことあるんですか？届いたファックス必要ないなら今から全部燃やします。いいですね。待ってくれ吉野。今までのことは謝る。調べたいことがあるなら自分で調べてください。私だって仕事があるんです。もう浅川さんの部下じゃないんです。宮下君、はい。一つ君の意見を聞きたいことがあるんだ。はい。高山隆二という学者知ってるかね？はい。人を呪いで殺したとかで話題になってる。実は科捜研に私の知り合いがいてね、あの事件について何か考えられることはないかと意見を求められてるんだ。警察は必ず何かトリックがあると思ってる。無論私も呪いなんて信じてはいない。しかしどうもこの年になると頭が固くなってね、情けないことに昨日から何も思いつかんのだ。テレビ局から押収された収録テープのコピーだ。教授が死んだ時の様子が入ってる。できれば君なりに考えてみてはくれんか？わかりました。見てみます。私も呪いなんて信じてませんから。井上先生、どうかしました？井上先生。じゃあこのカードに書いてある順番で回って。話は通してあるから終わったらまた来てね。はい。じゃあ後で。もしもし、もしもし、浅川ですか？もしもし、どなたですか？用がないなら切りますよ。どうしたんですか？いたずらみたい、子供の声で。すいません、ちょっと待ってください。もしもし、もしもし、もしもし。
電話に出られません。お手数ですが、医療の後にお名前とご用件をお話しください。血酸値、脳波計、心電図、異常なし。そうですか。何も見つからなかったってことか。どうしたの？健康なのが不満？いや、例えばなんだけど、10日後に死ぬっていうような人がいたとした場合、検査したら何かわかるのかな。いや、あくまでも例えばなんだけど、今まで健康だった人間が何日か後にぽっくりいったりすることよくあるじゃないですか。そうね。世間じゃよく聞くけど、でもそれは大体が自分の健康を過信して体が変調をきたしてるのに気づかなかっただけじゃないの？きちんと検査すれば必ず何らかの兆候は見つかったはずよ。ましてや10日後に死ぬなんて人見逃すなんてありえない。なんか気になることでも？いえ、今日はどうもありがとうございました。いいえ。すみません、浅川洋一の父ですけども。2階の206号室になります。ありがとうございました。パパ。洋一。体が冷え切っていたそうです。幸い肺炎を起こしてません。そっか。休めば体の方はすぐ元気になるって先生言ってました。ただ精神的な問題の方が大きいそうです。精神的？ええ。洋一君、口には出さないけど心の中にかなり大きな心配事を抱え込んでいるようなんです。それが原因で体に変調をきたしてしまったんじゃないかって。ずっと電話してたのに今までどこにいたんですか？すまんない、いろいろ。何があったのか話してください。先輩に今大変なことが起こってるのは分かってます。別に何も。隠さないでください。八ヶ岳で何を見たんですか？高山隆二と何を話したんですか？先輩が隠そうとしてるビデオテープ、何が映ってるんですか？いい加減にしろ。本当に何もないんだ。陽一君、ベッドの上で私に何を言ったか知ってますか？え？陽一君。ああ、
パを助けてあげて。パパを助けてあげて。凍えきって自分が苦しいはずなのに、パパを助けてあげてって私に言ったんです。陽一くん、ずっとパパのことが心配で、それで保育園抜け出して先輩のこと探しに行ったんです。どうして？先輩が一人で苦しんでるのが分かったからです。どんなに隠したって、どんなに明るく振る舞ったって、不安な気持ちって伝わるもんなんです。大切な人ならなおさらです。だから先輩がもっと明るくなってくれなくちゃ困るんです。みんなが迷惑するんです。私にできることがあったら何でもします。だから全部話してください。ダメだ。お前たちを巻き込むわけにいかない。これ危険なことなんだ。真実を知るためだったら何も恐れるなって言ったの先輩じゃないですか。自分の目と耳だけを信じろって教えてくれたの先輩じゃないですか。いや、そういう問題じゃないんだ。いずれ分かる時が来る。その時までは何も話せない。すまん。失礼します。果たして呪いは本当に存在するのでしょうか。運命の時が刻一刻と迫ってきています。どうした？ブレーカーだ、ブレーカー、誰か！早くしろよ！早くしろよ！呪いは本当に存在するのでしょうか。運命の時が刻一刻と迫ってきています。もしもし、長尾先生ですか？宮下です。今事件のビデオ見ました。高山隆二があの時何をしたのか、可能性が一つだけあります。陽一、もう何にも心配することないぞ。お父さんずっと一緒にいる。元気になったらどっか行こっか。どこがいい？なんか欲しいもんないか？言うなら今がチャンスだぞ。明日になったらお父さん気変わっちゃうかもしれないぞ。パパ、うん？お家に帰りたい。今夜は病室でゆっくりなさった方が。いえ、大丈夫です。お大事になさってください。ありがとうございました。お薬の方を一応出しておきましたから。
5秒から7秒に1回のシャッター。なんだこれ。そっか。病院に行ったら帰ったって言われたんで、お腹空いてないかと思って。さっきは言い過ぎてすみませんでした。陽一くん、もう大丈夫なんですか？うん、もう寝た。私話さなきゃいけないことが一つあってきたんです。吉野すまん。ちょっと行かなきゃいけないところがあるんだ。すぐ戻る。吉のこと見せてくれ。先輩。悪いな。アフリカの植物ですか？ええ、ゴブレルという植物は変わった毒素を持っています。もともと植物の毒素というのは害虫から身を守るためのものなんですが、このゴブレルの大敵となる虫は一種類。昼間活動し、夜は全く活動しません。そのため強い光を浴びると毒性を発揮する特殊な毒素を葉や茎の表面に持ってるんです。もしこれを抽出したものを何らかの手段で被害者に飲ませておけば。ライト。そうか。照明の強烈な軽さで毒素は効力を発揮する。十分な濃度があれば人を死に至らしめるだけの危険性はあります。金田教授は苦しみのあまり喉をかきむしりながら死んだか。でも注意してください。これは一つの可能性にしか過ぎません。早速調べてみますよ。これでしばらくは上司にどやされずに済む。助かりましたよ。病院へ行きましたね。あなたは検査を受けた。医学では何も解決できない。消毒液の匂いか。俺にも分かったことがある。あの映像の意味だ。いいか、よく見ろ。映像のあちこちに入ってるこのシャッターだ。5秒から7秒に1回定期的に出てくる。何だと思う？瞬きだよ、人間の。これは人間の目から見た風景をあえて映像にしたもんだ。何のために？それはまだわからない。もう一つ。この映像は実際にオンエアされた番組を誰かが録画したもんだ。オンエアされたのは10月の3日午前1時7分から10分の間。地域は関東一円。そしてこのメッセージはその時刻に何者かが発信した違法電波をチューナーが拾ってしまったもの。どこで違法電波が発信されたかを調べれば容疑者も絞れる。電波管理局なら違法電波もチェックしてるはずだ。それは明日俺がやる。何か質問は？質問は一つだけです。あなたは本当に今言ったことを信じてるんですか？電波を飛ばした犯人はなぜ人間の見た風景を映像にしたんでしょうか？そんなことはやった人間を捕まえて聞いてみりゃ済むことだろう。どうぞ。
どうかしたか？陽一くんのことは安心してください。今は落ち着いて眠ってます。そうか。さっき言おうとしてたことなんですけど、早めに知らせておいた方がいいと思って。先輩が調べろって言ってた違法電波の件です。10月3日の午前1時7分から10分の間、違法電波が発信されたかどうか。関東一円、それから念のため静岡、山梨、長野の電波管理局にも当たってみました。それで違法電波が発信された記録はありません。明日他に調べることあったら言ってください。それじゃ早く戻ってきてあげてくださいね。違法電波は存在しなかった。もうあなたは分かっているはずだ。いや、ここに来る前からうすうすは知っていた。だが認めたくなかった。なぜ目を背けるんです？目の前に答えがあるじゃないですか。一番簡単な答えが。まさか。違う、ありえない。私はもう一つこの絵について気づいたことがあります。よく見てください。おかしいと思いませんか？なぜ鏡にカメラが映ってないんでしょうか？この角度から撮影すれば必ず鏡にカメラが映るはずだ。この絵を撮影することはもともと不可能なんですよ。カメラの映らない鏡、瞬きのシャッター、すなわち人間が見たままの風景。これは念写です。誰かがこのビデオに念写したものです。不思議に思うことは少しもない。人間の脳の中で起こっているのは神経組織の間でプラスとマイナスの電気をやり取りするれっきとした物理変化です。私たちはそれを精神と錯覚しているに過ぎない。あなたが思い浮かべた映像は電気信号の形でちゃんと頭の中に存在しているんです。念写をありえないと否定することこそ非科学的なことだ。何か質問は？念写だと分かれば生き残る方法は見つかったも同然です。次にすることは残念ながら私のゲームはここで終わりのようだ。こちらの方は？知り合いです。構いません、話をどうぞ。よろしければこれから署までご同行願えませんか？金田教授殺害の件です。ゴブレルという植物ご存知ですか？学会誌という学会誌は当たりましたよ。あなたの論文の中にも書かれていた。ゴブレルという植物は光を浴びると毒性を帯びるらしいですが、これを使えばあの犯行は可能だ。高山、当たりですか？よくそこまで調べましたね。よほど知識のある方がそばにいると見える。多めに預かり光栄です。お前本当に何のまねですか？大学の表は報道陣が多数張ってます。あなたの惨めな姿を人前にさらしたくはない。気を使っていただかなくて結構です。最後に恥をかくのはあなたたちですから。
生き残る方法ってなんだ？